今日はバナナケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はバナナケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ふわふわしっとりでとても美味しいバナナケーキを作っていきます。生地の中にバナナをたっぷり入れて、さらに上にも丸ごと1本バナナをトッピングしたいと思います。ホットケーキミックスを使って作るので、すごく簡単に作ることができます。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。バナナ、ホットケーキミックス、無塩バター、グラニュー糖、卵。今回はこちらの5つの材料で作っていきます。まずバナナなんですが、こちら2本は生地の中に入れて、1本は上のトッピングで使っていきます。グラムに関しましては、後で皮を剥いた時にご紹介したいと思います。そしてバターですね。こちらは無塩バターを使用してください。もし無塩バターがない場合は、サラダ油で代用していただいて OK です。その場合も同じ 60g 使うようにしてください。そして糖類はグラニュー糖を使っていきます。こちらは白砂糖またはきび砂糖などで代用していただいても OK です。お砂糖に関しましてはバナナの甘さによっても適正量が変わる場合がありますので、こちらはお好みで調整してみてください。そして卵ですね。こちらは L サイズの卵を使っていきます。そして今回はこちら18センチのパウンド型を使っていきます。このパウンド型ですが100円ショップで買ったものになります。ぜひね100円ショップに売ってますのでチェックしてみてください。そしてこの中にですね、このようにクッキングシートまたはオーブンシートをくり抜いて、そして中にね敷き詰めておきます。こちらはですね、必ず生地を作る前に敷き詰めておいてください。あとですね、クッキングシートなんですけれども、敷く時にこの短い方と長い方があると思うんですが、短い方を外側にね入れていただくと仕上がりが綺麗になります。こんな感じです。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずですね、こちらのバナナを電子レンジで加熱します。バナナはですね、完熟してないものでも電子レンジで加熱すると甘みが増して美味しくなります。完熟状態になっているものはそのまま使っていただいても大丈夫なんですが、まだ完熟してないものに関しましては電子レンジで加熱して使うようにしてください。ではね、ちょっとねバナナ計量したいと思います。こちら生地に入れる方ですね。適当に手でちぎって入れてください。今1本で 85g です。で2本目ですね。2つ合わせて今 163g です。なのでこのぐらいを目安に入れてみてください。だいたい 150g から 170g ぐらいでいいかなと思います。そうしましたらこちらをですね、ラップをせずに電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、加熱が終わりました。今ね、1分半加熱したところになってます。そうしましたらこちらをマッシャーかまたはフォークなどで潰していきます。一度加熱していただくとバナナがこのようにとても柔らかい状態になってます。ちょっとねまだバナナが硬いなと思ったらプラス10秒から20秒ほど加熱してみてください。潰し具合に関しましてはお好みで OK です。はい、このように潰してください。そうしましたら続いてこちらにバターを加えていきます。バターはですね、こちら溶かしバターにして使っていきます。電子レンジ 600W で30秒加熱してください。はい、30秒加熱しました。そしたら一度よく混ぜてください。そしてバターをきちんと溶かしましょう。はい、OK です。このように綺麗に溶かしてください。そうしましたらこのバナナの中にバターを入れます。そして全体をよく混ぜてください。バナナにバターをなじませていきましょう。はい、OK です。最初はね少し分離してると思うんですが、きちんと混ぜるとこのようにひとまとまりになってきます。このぐらいになるまでしっかりと混ぜてください。そうしましたら続いてここにグラニュー糖を加えます。そして今度は泡立て器に持ち替えて混ぜていきます。はい、そしてお砂糖のシャリッという感じがなくなれば OK です。それでは続いてこの中に卵を割り入れます。
そしてまた泡立て器でよく混ぜてください。材料はね一つずつ加えてその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地のムラがなくなって綺麗な仕上がりになります。はい、 OK です。このように綺麗に混ぜてください。続いてここにホットケーキミックスをふるって加えます。ホットケーキミックスはふるわなくてもね、薄力粉に比べると比較的ダマになりにくいんですが、このようにね一度ふるっていただくとより生地とのね馴染みが良くなります。そしてこちらをよく混ぜましょう。はい、 OK です。このぐらいもったりとした感じの生地感になります。そうしましたらこちらをですねパウンド型に入れていきます。こちら用意しておいた型に入れます。そしてゴムベラで表面を慣らしてください。このようにトントンするとねだんだん表面が平らになってきます。はい、このように表面を慣らしてください。ではねこちらは一度置いといて、最後トッピングのバナナを切っていきます。ではね皮を剥きます。そしてこちらをですね縦半分に切っていきます。切り方なんですが曲がってると思うんですが、このようにねバナナを立てて、そして半分に切ります。このようになるように切ってみてください。そうしましたらこのバナナをね丸ごとこの上に乗せます。ちょっとね押さえつけるようにのせましょう。はい、こんな感じです。このようにトッピングしてください。そしたらですね最後この上にグラニュー糖をまぶします。ちょっとねキャラメリゼするイメージですね。バナナの上にグラニュー糖をかけましょう。はい、 OK です。それではですねこちらをオーブンの天板に乗せて170度に予熱したオーブンで40分焼いていきます。はい、焼き上がりました。このようにねふっくらと焼き上がってます。それではねこちら一度型からすぐ取り出したいと思います。このままね放置しておくと真ん中の部分がくびれてしまいますので、必ずね出来上がったらすぐ型から取り出して冷ますようにしてください。それではやけどしないように取り出します。そしてケーキクーラーの上に置いてください。はい、こんな感じです。それではこのまましっかりと粗熱を取ります。粗熱を取るときは乾燥しないように上にふわっとキッチンペーパーをかぶせておきましょう。はい、しっかりと冷めました。じゃじゃーん。はい、このようにふっくらと美味しそうな仕上がりになってます。それではねお皿に盛り付けたいと思います。はい、これでバナナケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。断面はこんな感じになってます。バナナもたっぷりでとてもしっとりとした仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。もうバナナがたっぷりですごく美味しいです。生地にもたくさんバナナを入れてるのですごくしっとりした食感に仕上がってます。そして甘さもちょうどいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のバナナケーキのポイントです。まずバナナについてなんですが、生地の中に入れるバナナに関しましては一度電子レンジで加熱してください。こちらですね、一度加熱していただくことによって甘みがアップしてバナナの完熟状態に近づけることができます。もし完熟のバナナを使う場合はこちらの電子レンジで加熱する工程は省いていただいても OK です。ただですね、電子レンジで加熱すると柔らかくなるので完熟状態のものも30秒ぐらい少し温めていただくといいかなと思います。そして生地に入れるバナナなんですが、今回は2つ合わせて約 160g を入れてます。こちらをきっちりね 160g じゃなくても大丈夫なので、だいたいそのぐらいを目安に入れてみてください。そして生地を作る時のポイントです。生地を作る時は材料を加えたらその都度よく混ぜてください。そうすることで生地ムラをなくすことができます。必ずね1つずつ加えてその都度よく混ぜるようにしてください。そしてその後ですね、トッピングで表面にバナナを丸ごと1本置きました。こちらの置き方はですね、今回は縦にね1本置いたんですけれども、お好みの置き方をしていただいても大丈夫です。そして焼き時間に関してなんですが、今回は170度のオーブンで40分焼きました。こちらの焼き時間に関しましてはオーブンの種類によって異なる場合がありますので、様子を見ながら調整していただけたらと思います。そして焼き上がった後なんですが、もし生焼けが心配な場合は一度竹串を刺して生の生地がついてこないかチェックしてみてください。この時にもし生
生の生地がついてくる場合は追加で5分から10分ほど焼いていただくといいかなと思います。そして焼き上がった後なんですが、焼き上がったらすぐ型から出すようにしてください。型に入れた状態で冷ましてしまうと真ん中がくびれてしまいますので、必ずね焼き上がったらやけどしないように型から取り出して、そして表面にですねふわっとキッチンペーパーをかぶせて冷ますようにしてください。そして冷めたらあとはお好みの幅に切って召し上がってください。そして甘さに関してなんですけれども、こちらはですねお好みで調整していただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はバナナケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。